今福岡県の宗像市に来て友達のハンバーガーショップに行きたいと思います。来た。博多に向かう道中で友達のハンバーガー屋さんがあるんで、そこに家族で行って食べたいと思います。九州に向けて出発して今福岡県に入ってきたんですけれど、25歳の時にオーストラリアにワーホリに行ってて、その時の友達がハンバーガーショップをオープンしてるので、そこに寄ってみようと思って今回来てます。来てから食べる？もう食べちゃう？もう食べちゃう。嘘、待っとこうよ。パパに怒られる？パパ怒らないけど待ってた方が喜ぶんじゃない？喜ばないよ。喜ばない？じゃあ食べちゃう？彼がこのハンバーガーショップのオーナーのジュン君です。このハンバーガーショップをオープンする前に北海道に住んでて、北海道から福岡まで来るのに子供が3歳の時に車でキャンプしながらこっちに向かってきたみたいなんですよ。日本の北から南まで数ヶ月かけて子供と旅してたから、いろんな話してくれて、それがめちゃくちゃ面白かったんですよね。子連れでキャンプしながら回ってる人の話なんて、直に聞くことなんてなかなかないから、ものすごい参考になりました。でね、この店知ったきっかけはね、1年前に友達がインスタで、ジュン君がハンバーガーショップしてる写真を上げてて、こんなことしてるんやっていうので、たまたま去年の夏、一人で九州バンライフしてたから、この店に寄ってみたんですよ。で、その時会うのも10年ぶりぐらいやったから、せっかくやからもう何も言わずに行ったろうと思って、帽子かぶってサングラスして、で、店入って、カウンターで、ジュン君の目の前座ったんですよね。で、オーダーして出てくるまで、全くジュン君気づいてなくて、僕がね、ちょっと写真見せて、この人知ってますって言って見せたんですよ。その写真が10年前の一緒に生活してた時のジュン君の写真で、それちょっと見せますね。今じゃ面影ないぐらいめちゃめちゃヒッピーでしょ。で、こっちの写真右側淳くんなんですけど、左側におるのが岳さんで、この人がこの店のプリンの卵を作ってる人なんですよね。オーストラリアで出会ってこういう風に繋がってるのなんかすごくないですか？せっかくなんでオーストラリアにいた時の話をちょっとしようと思うんですけど、ジュン君と出会ったのがオーストラリアのバンダバーグっていう町で、基本的にその町は農業をする町なんですよね。なんでそんな田舎の町で農業の仕事をするんかっていうと、そこで3ヶ月間働くとビザを延長できるシステムがあって、1年のビザを2年に延長することができるんですよ。だから世界中のバックパッカーがこの町に集まってて、うちらが住んでたホステルも100人以上が一緒に住んでて、毎日パーティーみたいなことやるんですよね。ちょっとその写真も紹介していこうと思います。これが僕が働いてたスイートポテトファームの写真で、基本的に週5か6、朝の5時ぐらいから夕方3、4時ぐらいまでかな、働くんですよね。で、見てわかるように、世界中のいろんな人と一緒に働くから、これがめちゃくちゃ面白いんですよね。もうね、常識とかがもうむちゃくちゃやから。この時の思い出は今でもものすごく楽しかった思い出として残ってますね。この写真は給料日後の写真なんですけど、日本と違うのは週に1回給料が払われるんですよ。で、大体この時の時給が19ドルぐらいやから、もし1ドル100円としたら1900円ぐらい。10年以上前でこれぐらいやから、多分今やったら時給2500円ぐらいになってるんじゃないかな。まあだから大体1週間10万円ぐらい稼げるかなっていう感じですね。仕事はね、いろんなやつがあって、例えばパプリカとかレモン、パイナップル、スイカ、メロン、ズッキーニ、オレンジ、ブルーベリー、イチゴとかいろいろあるんですよね。でもほとんどのファームが朝4時5時ぐらいから始まるから、
みんな寝るのが平日はめちゃくちゃ早いんですよ。だいたい9時ぐらいにはほぼほぼみんな寝てるんじゃないかな。金曜日の夜からはほとんどどこのファームも休みに入るから、みんなお祭り騒ぎになるんですよね。ちょっとその写真見てみましょうか。これは週末みんなでビーチに行った時で、ここウミガメの産卵があるぐらい綺麗なビーチなんですよ。これはインターナショナルチームでサッカーしてめちゃめちゃ面白かったですね。次は僕らが住んでたバンダバーグっていう町にラムのファクトリーがあって、そこに行った時の写真を紹介します。このバンダバーグラムはオーストラリアでは知らない人は絶対いい品ぐらい有名で、みんなは普通バンディラムって言うんですよね。ラムはサトウキビから作られてて、作る時にものすごい甘い匂いがするんで、この工場の付近すごいいい匂いが漂ってるんですよね。このバンディラムは日本ではほとんど見ることがないぐらい手に入りにくい酒になってます。入場料なんぼしたかは忘れたけども、中で試飲もできるようになってます。僕はこのバンディラムとコーラを割るのが大好きなんで、また行ったらぜひ飲んでみたいですね。週末は近くの公園でみんなでパーティーするのがもう恒例行事やったんで、それも見てみましょう。ここまでは楽しく飲んでたんですけど、この後問題が起きるんですよね。公園でパーティーしてただけで何が問題かっていうと、オーストラリアは公共の場で飲酒が違法なんですよ。警察にすぐ片付けるから許してくださいって言ってるのがこの写真です。ほんなら5分あげるから片付けて出てってくれっていう話で落ち着いたんですよ。片付けた後みんなでクラブ行こうって言って行って、ほんならこの左側のやつの彼女がナンパされてて、それで怒って相手の人を殴って、この警察官にこの左のやつが捕まったんですよね。ほんまハプニング多かったな。このバンダバーグにおるときに26歳の誕生日を迎えて、この右側に写ってるやつが僕の日本からの友達で、誕生日が全く一緒なんですよ、生年月日が。ほんで、みんなに一緒にお祝いしてもらったいい思い出がありますね。今回はオーストラリアの友達のハンバーガーショップに来たということで、オーストラリアの時の思い出話にかなり話が咲いて楽しんだんですけど、これからまた機会があれば、オーストラリアとか海外での生活の写真や情報をちょくちょくお届けできたらなと思います。今回、じゅんくんと話して、オーストラリアの思い出話したり、写真を見返したりして、やっぱりオーストラリア好きやなと思うんですよね。
オーストラリア一周に向けて、これから準備を進めていくんですけど、今回、じゅんくんと会っていろいろ話して、すごいいいモチベーションになりました。ありがとう。それと、ハンバーガー、めちゃめちゃ美味しかったで。ありがとう。ごちそうさま。Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. ぼったくりハンバーガー行ってきたんでバイバイってバイバイってヒッピーおじさんバイバイってバイバイ気をつけて両国くんだよ Meant to be. いや最高やったわ循環またね。あーかっこいいジョスジョス気をつけてね、本当ね。はーいありがと Meant to be ううん in the great outdoors. なんてあそれ黒やったら俺のやつあるんちゃうん